じゃあね、アブシシンさんも見てみよう。アブシシンさん。アブシシンさんの語源はね、これ覚えなくていいからね、アブシッションって言って、これはね、期間脱離って意味なんだわ。だけど、研究が進むにつれてね、アブシシンさんはね、期間脱離のね、主役ではなかったことが分かってきたんですよね。どっちかっていうとね、なんていうの、期間脱離っていうのは、葉っぱとか花とか、果実が、下に落ちてしまう。そう、期間脱離って言うんだけど、どちらかというと期間脱離の主役はエチレン、とかの植物ホルモンが主役で、アブシシン酸は実は主役ではなかったんですね。だから本当はこれ名前変えなきゃいけないんだけど、定着しちゃったこのアブシシン酸っていう名前が、使われています。アブシシン酸の働きは、気孔を閉じるっていう働き。気孔を閉じる。あとは休眠維持。休眠の、維持。ジベレリンと逆だね。ジベレリン、やばい、起きなきゃ休眠打破の逆だね。実際ね、発芽仕掛けの種子にアブシシン酸を与えると、休眠状態が維持されることが分かっています。これはどう覚えるかっていうと、もうね、危ないで覚えよう。危ない。危ない。閉じなきゃ。ね。扉を閉じなきゃ。バターン。ね。で、気孔を閉じる。危ない、危ない。危ないから、お布団の中で入って、休眠する。ね。で、休眠維持。危ない。閉じなさい。バターン。怖い。お布団の中に入る休眠維持。みたいに覚えちゃいましょう。アブシシン酸でした。